キラ・ヤマトは機動戦士ガンダムシードの主人公です。遺伝子操作によって高い頭脳と身体能力を持って生まれたコーディネーターの中でも最高傑作となるスーパーコーディネーターと呼ばれる存在です。その出自から卓越したモビルスーツの操縦技術や人並み外れた体力を持ちますが、非常に繊細な性格をしており、物語序盤は精神的に不安定な場面も見られました。続編となる機動戦士ガンダムシードデスティニーにも登場して、シン・アスカやデュランダル議長などの前に立ちふさがり、後半では再び物語の中心人物として描かれました。ガンダムシード作中ではストライクやフリーダム、そしてガンダムシードデスティニーではフリーダムやストライクフリーダムに登場し、人間離れした活躍を見せました。今回はそんなキラ・ヤマトの人生について解説させていただきます。キャリブレーション取りつつゼロモーメントポイント及び CPG を再設定なら疑似必須の分子イオンポンプに制御モジュール直結、ニューラルリンケージネットワーク再構築、メタ運動やパラメータ更新、フィードフォワード制御再起動、伝達関数コリオリ偏差修正、運動ルーチン接続システムオンライン、ブートストラップ起動。キラ・ヤマトはコズミックイラ55年5月18日に GARM R&D 社所有の L4 コロニーメンデルの研究所にて人工子宮から生まれました。この特殊な出生にはキラの父親であるユーレン響の野望が関与しています。遺伝子操作を行われたコーディネーターといえども、基本的には母体から生まれてきます。しかし母体の不均質さゆえにデザインした特徴を持たず生まれてくるケースが少なからず見られていました。そこでユーレンは人工子宮を用いることで意図した通りのコーディネーターを生み出す研究を始めます。その研究内で頭脳身体ともに極限まで高められたスーパーコーディネーターとして誕生したのがキラ・ヤマトです。またキラと共に二卵性の双子として生まれながらコーディネーターとしての調整は受けなかったシテイがカガリ・ユラース派となります。なお作中ではカガリが自分が姉と自称していますが、関連書籍では双子としてしか表記しておらず、出生方法も異なるため実際はどちらが姉または兄なのか明確にされていないようです。そんなスーパーコーディネーターとして誕生したキラは研究施設である GARM R&D 社がブルーコスモスのテロに遭い、母であるリア響の手によってリアの妹のカリバ・ヤマト夫妻に引き取られました。ヤマト家に引き取られた後は月面都市コペルニクスに移り住み、幼年学校で生涯の友人となるアスラン・ザラと出会います。その後コズミックイラ68年13歳の頃に戦争の機運が高まったことでアスランはプラントへ、キラは中立国オーブのコロニーであるヘリオポリスへと移り住むことになりました。それから3年後16歳になり友人たちと平穏に過ごしていたキラでしたが、ヘリオポリスがザフト軍のラウル・クルーゼ率いるクルーゼ隊によって襲撃されます。彼らの目的はヘリオポリス内で秘密裏に開発されていた5機のガンダムの奪取でした。ヘリオポリスの苛烈な戦闘の最中、キラは生まれた直後に生き別れたカガリとザフトのパイロットになっていた親友であるアスランと再会します。そして燃え盛る工場の中、居合わせた連合軍の士官であるマリューラミアスともにストライクに乗り込みました。キラは未完成の OS をその場で書き換えるという恐ろしい技量を発揮し、ザフトを退けます。これによりコーディネーターでありながらナチュラル陣営の人間として親友のアスランと戦う運命へと巻き込まれていきました。その後は急遽書き換えたストライクの OS がキラにしか扱えないものになっていたこともあり、民間人でありながらモビルスーツパイロットとしてアークエンジェルの一員となります。しかし元来心優しい性格のため、殺したくないという思いと友人を守るためにかつての友人と戦わなければいけないという現実に葛藤していくことになります。さらにフレイ・アルスターが父をザフト軍に殺されたため、その憎しみからキラをコーディネーターと殺し合わせるために誘惑し、キラはますます戦わざるを得ない状況に追い込まれていくのでした。宇宙での過酷な戦闘を超え地球に降下した後、連合軍の基地であるジョシュアに向かう中でゲリラとしてザフトと戦うカガリと再会します。ナチュラルでありながら自身をコーディネーターではなく一人の人間として扱ってくれるカガリの存在にキラは一時の心の安らぎを得ます。しかし同時に砂漠のザフト軍を率いるアンドリュー・ダルトフェルドと開口し、敵を全て滅ぼせば戦いは終わるのかと言われたことから戦争に対する疑問も抱くようになりました。
その後、アークエンジェルがオーブに寄港した際には、オーブに潜入していたアスランと再会します。互いの心の奥底には、変わらぬ友情があることを確認しますが、直後のオーブ近海における戦闘の際に、キラがアスランの戦友だったニコルを殺してしまいました。これにより、アスランはキラを撃つ決意をし、さらに、その後の戦闘で、アスランがキラの友人であるトールを殺したことで、キラも劇場のままアスランと殺し合います。そして、死闘の末、アスランがイージスを自爆させたことで、ストライクは大破。キラは、MIA すなわち、戦闘中行方不明となりました。思いだけでも、力だけでも。アスランとの戦闘後、キラは、マルキオ同士の小屋の前で倒れているところを発見され、プラントのラクスクラインの元へ、運ばれていました。このラクス邸へ運ばれる経緯は、テレビ作中で描かれていませんでしたが、漫画、機動戦士ガンダムシード、アストレイによると、イージスが自爆した瞬間、ストライクのエマージェンシーシャッターが作動し、間一髪生き延びたとされています。そして、その戦いを遠くから見ていたロウニュールの手によって、マルキオ同士の元へ運ばれました。こうして、ラクス邸で療養することになったキラは、自分は何と戦わなければいけないのかと、自身に問いかけ続けます。そんな中、ザフト軍のオペレーションスピットブレイクの攻撃目標が、アークエンジェルと仲間たちがいるはずのアラスカ基地だと知り、再び戦場に舞い戻ることを決意します。そして、ラクスの手引きにより、ザフト軍の最新鋭機フリーダムを奪取し、アラスカ基地へと向かいました。これ以降のキラは、ザフトでも連合でもない、戦争を終わらせるために戦う第三勢力として、行動することになります。また、コックピットを狙わず、あくまで、敵機の戦意を削ぐ戦い方を確立し、シードデスティニー完結まで変わらないキラの戦闘スタイルとなりました。こうして、地球に再度降り立ったキラは、合流したアークエンジェルと共にオーブへと向かいます。そして、ザフトにも連合にも味方しないオーブの理念に共感し、オーブ防衛戦にも参加することとなりました。戦闘開始直後は、フリーダムの性能を遺憾なく発揮して無双しますが、途中で投入されたフォビドゥン、レイダー、カラミティ、俗称サンバカに苦戦を強いられます。そんな中、戦闘に介入してきたジャスティス・オカルアスランに救われ、戦闘後に戦争とは何かを語り合い和解することとなりました。その後は宇宙へ上がり、アークエンジェル、草薙、そしてザフトから離反したラクスクライン率いるエターナルの三石同盟の一員として、連合とザフトの戦闘に介入し、戦争を止めるべく奮戦します。この時、立ち寄ったコロニーメンデルにおいて、クルーゼと交戦し、さらに、施設内では、クルーゼの口から自身の出生について聞かされたことで、自身も人類の競争から生まれた存在と知り、大きく揺らぐこととなります。そんな葛藤を抱えながらも、最終決戦となった第二次ヤキンデウエ攻防戦に参戦し、連合軍によるプラントへの核攻撃と、ジェネシスによる地球への攻撃を止めるため奮闘します。そして、世界を憎み、世界を破滅させようとするクルーゼのプロビデンスと最後の戦いを繰り広げていきました。しかし、この戦闘の最中、いびつな関係ながらも自身の理解者であったフレイがクルーゼによって殺されてしまいます。フレイを失いながらも、キラは守りたい世界のため、クルーゼとの交戦をし続けます。クルーゼの卓越した操縦技術とドラグーンに苦戦を強いられますが、なんとかクルーゼを打ち倒すことに成功しました。また、ザフトが連合に停戦を申し入れたことで、シードの物語は完結を迎えました。なお、小説版では、世界を憎しみ戦ったクルーゼを撃ったことを後悔し、何のために戦うのかの答えを得られないまま、終戦を迎えてしまったことが描写されています。こうして疲れ切った心の療養も兼ねて、戦後、キラはラクスと共にオーブへと移り住み、一時の平和が訪れました。僕たちは、どうしてこんなところへ来てしまったんだろう。時は、終戦から2年後となるコズミックイラ73年。機動戦士ガンダムシードデスティニーの世界へ移ります。連合軍がザフトの新型ガンダムを奪取し、さらにバトリック・ザラハ残党がユニウス7を地球落下させようとした事件によって、再び世界は混乱へと陥っていくことになりました。オーブで平穏な日々を送っていたキラも、ラクスの命を狙ったコーディネーターの陰謀に巻き込まれ、再びフリーダムと共に戦場へ戻ることになりました。復帰早々には、オーブと大西洋連邦の同盟のために、
政略結婚させられそうになっていたカガリを式場から拉致し、アークエンジェルと共に行方をくらませます。そしてしばらくは世界情勢を見守っていましたが、デュランダル議長がラクスの偽物であるミーア・キャンベルを担ぎ上げていることから、ザフトへの疑念が強くなっていきました。そしてオーブが不穏な動きを見せたことで、オーブとザフトの戦闘に介入し、フリーダムという圧倒的な力で戦闘停止を促す第三勢力として戦うこととなります。しかしこの行動によってザフト軍に戻っていたアスランと再び対立することとなってしまいました。話し合いのため接触してきたアスランからは、キラたちがやっていることは戦場を混乱させているだけと叱咤され、オーブに戻るよう促されます。しかしミーアの存在やラクス暗殺未遂事件からデュランダルへの疑惑が拭いきれず、話し合いは決裂しました。その後戦闘に介入した際には、アスランから再び自分たちの行動を叱咤されますが、目の前の戦いを止めたいという強い決意からアスランのセイバーを切り刻むのでした。わかるけど、君の言うこともわかるけど、でもカガリは今泣いているんだ。それからしばらくして地球連合がベルリンに侵攻した際には、ステラルーシュの狩るデストロイを止めるべく戦いを繰り広げました。なおブルーレイ特典コメンタリーによると、この戦闘ではキラはデストロイを破壊するしかないと判断し、きっちりとどめを刺しに行っていることが明かされています。ただ対照的にステラを止めようとしていたシンの怒りを買ってしまいました。その後さらにアークエンジェルを疎ましく思ったザフットによるエンジェルダウン作戦が行われ、キラは復讐心に燃えるシンのインパルスと交戦します。今までの介入ではインパルス相手にも有利に戦ってきたキラでしたが、シンはキラの戦闘スタイルをついてインパルスのトリッキーな戦法を繰り出しました。こちらもブルーレイ特典コメンタリーによると、シンを殺すつもりがないキラはインパルスが機体を上昇させると見越して膝を切ろうとしましたが、シンは機体を上昇させるのではなく上半身を分離して回避しており、さらに最終的に敗北したキラがそんなバカなと驚愕しているということが明かされています。こうして大爆発を起こし海の藻くずとなったフリーダムでしたが、機体を貫かれる寸前に原子炉を封鎖したため、キラは無事生還しました。その後はアークエンジェルと共にオーブへ帰還し、ザフトを脱走したアスランと生きて再会し和解を果たしました。フリーダムを失いしばらくはおとなしくせざるを得なかったキラでしたが、宇宙に戻っていたラクスがピンチに陥っていることを知り、カガリからストライクルージュを借り受けて宇宙へと上がります。フェーズシフト走行で本体色はストライク、フェーズシフトのないシールドだけルージュカラーというストライクルージュで戦いを繰り広げますが、もはやこの時代では量産機であるザクオーリアニスが性能が劣るストライクルージュで交戦しながらもなんとかエターナルへとたどり着きます。そしてファクトリーで極秘開発されたストライクフリーダムを受領し、エターナルを囲むザフット軍と交戦しました。ストフリに登場したキラはまさに無敵で、たった2分ほどでナスカ級3隻と25機のザクとグフを全滅させています。なおこの戦闘ではグフイグナイテッドからヒートロッドで左手右足を掴まれますが、これがストライクフリーダムの劇中で最初で最後の被弾となります。個人的には戦闘後に一切傷跡が存在しないことからドラグーンの演出のためにただ掴まれただけのように思えますが、ストライクフリーダムに唯一攻撃を当てることができたパイロットということで、時にこのグフの赤服パイロットたちがザフット最強のエースなのではないかと言われることもあります。その後ザフットによるオーブ侵攻作戦の際はラクスの乗ったインフィニットジャスティスとともに大気圏突入し、直接オーブへと降り立ちました。この際シンと再戦しますが、フェイズシフト走行に実弾が通用しないことを利用し、実弾並走でコックピットを狙うという戦法を見せています。しかし戦闘を止めたいという思いは通じず、逆にナメプのように受け取られてしまい、シンを逆上させてしまうのでした。こうしてオーブを守り抜いた後はラクスと共に議長が行うデスティニープランを阻止するべく、オーブの正規軍人として準将の地位につき宇宙に上がりました。終盤はレクイエム中継ステーション1をミーティアで破壊し、最終決戦となったメサイア攻防戦でもストライクフリーダムで無双していきました。戦いの最中、クルーゼと同じアルダフラガのクローンであるレイザバレルと交戦することになります。
自らをラウル・クルーゼと名乗る霊に動揺を見せるものの、その命は君だ、彼じゃないと諭し、一撃も被弾することなく、レジェンドの全身を撃ち抜いて戦闘不能に追い込みました。その後は、ミーティアを駆使して、メサイア内に突入し、ディランダル議長と会交します。ここでは、安定のために変化を否定するというディランダルに対し、キラは、変化を求めるために戦い続けるという覚悟を見せました。そして、密かに、その話を聞いていた霊が、キラの思いに共感し、デュランダルを撃ったことで決着がつきました。こうして戦いは終わり、終戦後は、キラは、ラクスと共に再びオーブを訪れ、同じく、オーブで来ていたシンと、慰霊碑の前で和解を果たしました。また、終戦後は、プラントに戻ったラクスを支えるため、オーブ軍でありながら、ザフト軍の白服としても活動しているようです。このように、シードデスティニーでは、すっかり達観したように思えるキラですが、その実、かなりの葛藤を抱え戦っていたようです。その一つが、キラの戦闘スタイルです。ブルーレイ特典コメンタリーの内容によると、キラは、相手の戦意を削ぐ戦い方をするという戦闘スタイルであり、デストロイ戦のように、殺すときはきっちり殺すという考え方をしていて、殺さないと言ったこともない、ということが明かされていますが、作中の描写から不殺主義なのではないかとも取れる戦い方をしているということで、時に否定的な意見も見られます。しかし、シードデスティニー小説版では、キラ自身も、自身の行動が欺瞞であると理解している描写も見られました。殺したくないという思いを持つ心優しい人間が、それでも変化を求めるため戦い続けるという信念を貫くために生み出したのが、戦闘不能に追い込むという戦い方とも受け取れます。ただ、スーパーロボット対戦などでは、他の登場人物たちから苦言を受けるシーンも多数存在しています。余談ですが、現在制作中ということが明かされている機動戦士ガンダムシードの新作劇場版について、2022年に行われたメカデザイナーズサミットにて、新型フリーダムが登場することが言及されています。ガンダムシードの終盤で、キラはクルーゼに対して、力だけが僕の全てじゃないと言いつつも、シードデスティニーではその圧倒的な力で戦局を一変させた人物ですが、それを超える敵が現れるのか。そしてキラがどのような思いでどんな敵と戦うのか気になるところです。本気で喧嘩したら君が僕にかなうわけないだろう。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。